守ろうとかサンゴ礁を残していこうよっていうとちょっとおかしなやつみたいな、本当にじゃあ僕がなんでこんなに夢中になれたかなってそういうのを考えるとやっぱり子供の頃に見てきた美しさしかないなと思うんですよね。金城浩二です。職業はサンゴ屋さん。自分では自然を作るっていう職業を作りたいと思って頑張ってるサンゴ屋さんです。僕がやってることはサンゴを養殖して、でその養殖を通じて海のサンゴ礁をどれだけ蘇らしていくかっていうことを活動としてやっている。卵を流すっていうこととか、増やした分のサンゴを直接海に植えるとか、あとは関わる人たちにサンゴ礁の価値を知ってもらうだとか、とにかくサンゴ礁が残る理由になるためのことを全部やってやろうっていうのが僕らがやってる。ここの施設はサンゴに卵を産んでもらって、それを海に流すっていうことをいつもやってるんですけど、ちょうど今の時期は産卵の時期で、サンゴの卵の様子をチェックするっていうのが普段の今の時期の仕事になるんですけどね。今日みたいに卵のチェックをするときには枝を折ったりするんですね。折った枝っていうのは挿し木とかのようにまたきちんと固定して環境がいいところに置いてあげるとまた抱き込んでいくんですよ。ちょっとずつサンゴが根付いてくるんですけど、こうやってできた苗を直接海に植えるっていうこともやってます。沖縄っていう島自体がサンゴ礁が隆起してできた島で、町で暮らしてても結局サンゴの上に暮らしてるわけで、その辺に生えてる木々もサンゴの基盤に生えるタイプの木が生い茂って、陸もサンゴでできていて、で沿岸はサンゴ礁が発達していて、で砂浜もサンゴでできていて、だから僕はこの島の始まりはサンゴっていうふうに思っていて、なんか当たり前に楽しんでた場所で、憩いの場で、あまりにも綺麗な場所で、そういうものが僕にとってのサンゴ礁で。これもあれも元は全部サンゴだから。こういうのも全部サンゴでできてて、でサンゴでできてる島だから真水をたくさんこの穴だらけのサンゴには蓄える力があって、ああやって岩なんだけど植物がたくさん生えてくる。でここは石切り場っつって、
昔沖縄はサンゴ礁を建築資材に利用してて、みんなでこういうサンゴ礁を削り出して、それで屋敷の門構えを作ったりしてたらしい。昔はもう本当にサンゴ礁と日々の生活がかなり密着していたっていうかね。これ下から湧き出てるのは全部真水だ。サンゴ通ってろ過されるからとてもきれいな水が湧いてくる。特にこの場所は本当にアメリカ軍が上陸したところっていうので有名な場所で、地元の人は価値は持ってるけどもなんか近寄れないところもあったりするんで、そこに利用できる人がいなくって施設を利用、そういう場所に僕がサンゴ畑作るっていう時はややこしい話もいっぱいあったし、なんかそういうことがなかったら多分もっとやりやすかったんだろうけどね。僕が活動を始めた頃は変なやつっていう感じとか、あとは昔の同級生とかは僕がまるで変な宗教に入ったかのようにサンゴを守ろうとかサンゴ礁を残していこうよっていうとちょっとおかしなやつみたいな。本当にじゃあ僕がなんでこんなに夢中になれたかなって、そういうのを考えるとやっぱり子供の頃に見てきた美しさしかないなと思うんですよね。今気候変動とか例えばストップ温暖化とか世の中は環境ってなってきてるけども、僕は生で見てきたから普通の人より本気で危機感を持ったんですよね。この風車小屋新しく借りて今ここにまたサンゴの池を作って、サンゴと陸の生き物も一緒にいるような場所を作りたいな。水がきれいだったらこんなにも生き物は豊かなるっていうのを作ってやりたいって思っていて、で56年前かなから鳥だとか蝶々だとか昆虫だとかそういうのからできないかと思って今ずっと実験をいろいろやったりして、でここもこの高さあると霧で噴霧すると熱い熱が上に上がって結構低い気温が保てるっていうのが分かったから、ここにサンゴの池をまた作る予定で、生態系の分解者まで最終分解までできるような川から海まできちんと作るっていうのを今できないかなと思っていて、人が関わったから自然はおかしくって、人の関わり方が良くなればすぐ良くなるって僕は思ってるもんだから、なんかそういうのが感じてくれるかどうかは分かんないけども、なんかそれが感じるような施設まで行きたいなと。そうだよね、僕は生態系オタクだろうね、多分ね。まもなく結婚式スタートの時間となりますので、皆様こちらからこちらの辺りまでなんか環境問題に何か取り掛かろうってやって活動
してるとついつい自分が正義の味方みたいになって守るとは正すことみたいな雰囲気になるけど、僕の場合はその先はなんか苦しい気持ちしかなかったから、できるだけおもろいことに変えるっていうことをやるようにしてってずっと続けてるんですよね。多分僕ら世代ってごちゃごちゃ言うけど何もしなかった人たちになるんだろうなっていうふうに僕は感じてるから、だからサンゴ畑作ろうってなった。あ、産んでる。あ、救命手だ。これ？こっから？ピンクいのが。僕は学歴もないし学者でもないし育ちも悪いし、でも子供の頃大人が言うセリフを聞いてたら、大人は未来の作り方知ってると思ってたんですよ。でもこの年になってはっきり言えることは、未来はどうなるか本当は誰も知らない。その中で自分が価値を持てるものを作ってたら多分死ぬ時後悔しないと思ってる。一番は自分の孫とかでね、子供とか孫とかがうちのおじいは頑張ってたよって言われればいいかな。